皆さんこんにちは。車尻バカです。ようやく秋めいてきた感じですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私の方はですね、最近自分でやりたいことですとか、あと仕事の方もちょっと詰め込みすぎまして、だいぶオーバーヒート気味です。ちょっとアクセルを緩めないといけないなと思っている今日この頃でございます。さて今日はですね、今年の前半にビートのタイミングベルト交換を DIY でやるぞと言って動画を上げ始めたんですが、実はその時にやっちゃった作業で、私のチョンボをきっかけに結局ヘッドを下ろしてオーバーホールする羽目になっちゃったんですよね。それで動画が途中から横道へそれちゃったんで、実はちゃんとタイミングベルトの様子を最初から最後までお届けできずにいたので、今日はそのタイミングベルトの交換だけに的を絞って動画を1本作りました。で、私ビート乗りとしては1台でもスクラップにされていくビートが少なくなるようになればいいなと思って動画を作ることにしました。よろしければご覧ください。それでは参りましょう。昨日のうちに外れにくいと言われている箇所にラスペネを拭いておきました。で、今日はですね、冷却水を抜いていきたいと思います。だいぶ出ましたね。はい、冷却水が抜けたので次に触媒を外していきます。この3つのボルトですね、これがもう見ただけでお分かりと思うんですけど、めちゃくちゃ錆びついておりまして、これを外していきます。赤ちゃんなめそうやな。あ、いった。緩んだ。おお、すごい。やった。よいしょ。オッケー。よし、外れました。次に遮熱板を外していきます。今指さしたボルトと、それからこの狭い隙間に見えている赤丸のボルト、そして上の方へ行きまして、今見えているボルト、この3本外すと遮熱板が取れます。まずは1本目の狭い隙間のボルトですけれども、愛用のトネさんの超ロング首振りラチェットで取れました。それで気分を良くして次のボルトに取り掛かります。一番下に当たるボルトです。せーの。よいしょ、あかん、ダメだ。残念ながら角がちょっと取れちゃいました。やっぱり横着は禁物ということで炙って、そして六角のソケットで回してみることにしました。これは手強いな。あかんな。あかんなめとる。最悪なことに悪化させてしまいました。はい、もう後には引けないということで思い切ってギャンブルに出ました。さすが。さすがじゃないね。舐めたい。はい、さすがとか言って間違っておりましたけれども、完全にインパクトレンチでボルトの頭を丸く削っちゃいました。ああ、完全に砕いてもうた。宝剣さんのこのツール買ってきました。名前は何だったっけ。このソケットですけど、こういう風に食い込むやつですね。よし、行ってみよう。おった。やったいけた。はい、ということでめちゃくちゃ苦労しましたが、2日がかりでこのボルト緩めることができました。そしたらヘッドカバー外していきます。あ、ベタベタだ。これビートの持病らしくて、タペットカバーのグロメットからオイルが侵入してくることもあるようなんですけれども、カムホルダーの下にあるオーリングが劣化してオイルが侵入してくるケースがあるようです。
どれぐらいオイルがにじんでるかっていうのをちょっと気になったのでプラグホールを覗いてみました。そうするとこんな感じでした。ちょっと分かりにくいので正常だった2番のプラグホールと比較してみます。明らかにオイルがにじみ出てきているのがお分かりになると思います。はい、映像の方はタペットカバーを剥がしにかかってるんですけれども、上からだとやりにくいので、また車の下へ潜ってメリメリとくっついたパッキンを剥がしていっております。さらにいろいろと邪魔なものを外していきます。補給ベルトを外すところから始めました。ビートはオルタネーターのベルトとエアコンのベルトの2本がありまして、それぞれを外していきました。映像の方はまず外側にあるオルタネーターのベルトを外しているところです。いずれのベルトもですね、支点となるボルトと固定用のボルト、それと調整用のナットを緩めていくという手順になります。整備書通りやればいいんですが、とにかく狭くて作業が難しくて、あと見えにくいところにボルトがあったりして、どれがそのボルトなのかが分かりにくくて苦労しております。一通り緩めると、今映像にあるようにオルタネーターが前に動きますので、これでオルタネーターのベルトが外れます。はい、映像の方はエアコンのベルトを外しにかかっております。ただこちらの方がですね、支点を緩めるためのナットがこんなに奥深くにありまして、これに困りました。今回ですね、後ろバンパーもマフラーも外さずに触媒だけ外して下から作業してやろうと企んでたんですけれども、どうしてもこのナットに工具を入れて上手に緩めることができないんですよね。それでもついに諦めてバンパーとマフラーを外すことにしました。工具が入らなくてしょうがないので外します。よいしょ。そんなこんなでようやくエアコンのベルトが外れました。そしていよいよタイミングベルトにさらに近づこうということで、この助手席側にあるエンジンマウントを外していきますがですね、またここでも手抜きをしようと思って外していなかったエンジンカバーの一部手前の方ですね、これが大変邪魔だということに気づきまして、これを外しにかかっております。はい、カバーが外れたらさらに邪魔な吸気ダクトを外しておきました。これでいよいよエンジンマウントとご対面です。ここまで外せばマウントとそのブラケットを外すのはそんなに大変じゃなかったです。よいしょ。ただですね、1本だけめちゃくちゃ取りにくいボルトがこのブラケットについておりまして、これはもうスペース的にも抜くのが無理なもんで、本田さんも設計に大変苦労されたと思うんですが、抜いた長いボルトを収める逃げの穴がボディ側に開けてありまして、それがこの写真なんですけれども、もともとのマウントを固定するエンジン側に入っていた長いボルトの頭の方がボディのその穴に入り込んでいる様子を撮ったものです。面白い作りというか、狭いエンジンルームに高性能エンジンを詰め込んだエンジニアさんの創意工夫が見れて、なんだかロマンを感じておりました。軽自動車は日本の文化です。ちなみに取り外したマウントはこんな感じでした。見事に割れておりました。これはさすがに見て見ぬふりできないレベルだったので、新品に交換したいと思います。そしてはい、今ブラケットが外れました。これでエンジンマウントはすっかり取れました。次に外すのはタイミングベルトカバーです。はい、やっとタイミングベルトという名前のパーツに行き着きました。このタイミングベルトカバーですが、上下2つのパーツに分かれていて、上側は簡単に外せます。下側の方はまずボルトを全部外すのにも難儀しました。見えにくくて工具の入りにくいところにあるボルトがうまく回せずに苦労しました。そしてこの下側のカバーを外すためにはクランクプーリーを外さないといけません。ここがタイベル交換の前半の山場だと思っていたところです。このクランクプーリーですね、
単にタイミングベルトに印をつけて外して、それを新品側に移して駒がずれないように元通りに戻すのであれば、上視点とかなんとかはあんまり気にせずに作業しちゃっていいと思うんですけれども、私今回は上側のカムシャフトプーリーも外して、その奥にあるシリンダー識別センサーというのを交換したかったので、カムシャフトプーリーも外すことになるので、その時にずれたりして後で困らないようにということで、念のためにクランク側を回して一番シリンダーの上視点を出しておくということにしました。具体的な作業はこんな風にエンジンの上にある窓から上視点を確認しながら足元でプーリーを回していくというちょっと根気のいる作業でしたが、なんとか上視点に合わせることができたので、さていよいよプーリー外しに取り掛かります。みんな大好きアストロプロダクツ。今回ですね、このためだけにアストロさんでこちらのツールを買いました。50mm だったか六角で真ん中に穴が開いております。これをプーリー側にはめて共回りを防いでおいて、真ん中のボルトを外していくというやり方になります。これネットの情報や先人の方の YouTube を見ていると、皆さん相当苦労されているようでしたので、私はもう最初から文明の利器インパクトレンチでやることにしました。よし。はい、今回ほぼ一発で緩めることができました。インパクトレンチ最高って感じです。はい、クランクプーリーが外れたので、いよいよタイミングベルトカバーの下側を外していきます。ボルトを数本外せば、この下側のカバーはエンジンブロックからはフリーになります。ただですね、ここからが大変でした。物理的にスペースがなくてカバーが抜けません。隙間よりもカバーの方が分厚いんですよね。仕方がないので、少しでもカバーを薄くしてやろうということで、まずはカバーについていたゴムのパッキンを外します。しかしながらそれでもまだ全然抜ける気配がないので、もうヒートガンで炙ってカバーを柔らかくしてから無理やり引っこ抜くという作戦に出ました。それでも簡単には出てきてくれませんでした。頑張ってみたんですが全然抜けてきてくれないので、映像の方はいよいよ何を始めたかと言いますと、サイドブレーキを取り外しにかかりました。もう目の前にあって作業の邪魔になるものはやけくそで外しにかかっております。ここまでやりゃですね、もうこのカバー外れてくれるかと思いきや、あと一歩外れてくれません。もうこれ以上このカバーにかかっていると日が暮れてしまうと思ったので、カバーの中に隠れているいろんなものを外してしまえばカバーも一緒に取れるだろうという安易な推測のもと、それらパーツを外しにかかることにしました。まずはタイミングベルトの張りを司るテンショナープーリーというやつを緩めにかかりました。これは場所も上の方だし、割と簡単に緩みました。緩んだところでベルトが取れそうだったので、カムシャフトプーリーとクランクプーリーとタイミングベルトにマークをしておきました。そしていよいよ皆さんお待ちかねの本丸、タイミングベルトを取り外しにかかりました。はい、ベルトを外すとですね、カバーとベルトがなんと一気に取れました。次に取り出したタイミングベルトにつけたマークを新品のベルトに移す作業をしました。コマの数さえ間違えなければ基本的に同じ長さの同じ山数のベルトなので、これは間違えようがないかと思います。ここまで来ると、あとはパーツをどんどん外して買っていた新品に交換していくという作業になります。今回交換するのは、ここについていたテンショナープーリー、アイドラープーリー、そしてウォーターポンプとサーモスタット、そしてシリンダー識別センサーになります。
はい、プーリーが外れました。外したパーツは変な音もなくよく回ったので、まだ全然使えそうでした。でもケチなこと言わず全部新品に交換していきました。はい、次にウォーターポンプを取り外しにかかります。まずこのカバーを外しまして、次にウォーターポンプのボルト4本外してからちょっとハンマーで叩いて外しました。よいしょ。はい、無事外れました。次にやったのはカムシャフトプーリーの奥にあるシリンダー識別センサーの交換です。そのセンサーにアクセスするためにはこの大きなプーリーを外さないといけなくて、そのために今回わざわざプーリーホルダーというのを購入しました。このツールでプーリーの周り止めをしておいて中心にあるボルトを外していくんですが、これがまた狭くて工具がうまくはまらなくてめちゃくちゃ苦労しました。これだけでも30分以上時間を費やしてしまいました。しかしながら最後にはこんな感じで外せました。よいしょ。はい、外したセンサーはこんな感じで新旧比較になります。真ん中の樹脂部分が完全に溶け落ちてしまっておりました。これビートあるあるのようで、この樹脂部分がこの部分から下のエンジンブロックにこびりついておりました。はい、センサーを取り付けたので、まだ頭が取り外した時の様子を覚えている間に新しいパーツをどんどんつけていこうということで元に戻す作業に入ります。まずはカムシャフトプーリーをつけて仮締めした後トルクレンチで締めます。この時はちょっと頭が回ってたのか、車の下からちょうどいい感じでプーリーホルダーをボディに引っ掛けて、そして上からトルクレンチで締めました。我ながらよくできたと思っております。次にサーモスタットも外して取り付けておきました。そしてアジャストプーリーとアイドラープーリーの新品をつけていきました。はい、その後ウォーターポンプをつけまして、紆余曲折を経てうまく全てのパーツがはまりました。いよいよ作業も終盤です。タイミングベルトを戻していきます。ベルトの取り付けですが、今回ベルトを外してしまってからその状態でカム側のプーリーを結構動かしてセンサー交換をしたので、まずカム側を上支点に合わせるようにしました。そしてベルトにつけた印の通りにまずカム側のベルトをつけました。ずれないように結束バンドでプーリーに縛り付けて下へ潜ってベルトをつけていきました。一コマずれてるな。そうしたらですね、今ちょっと言ってましたけれども、どうやっても一コマずれちゃうんですよね。今見えるように下のクランク側の印に合わせるとウオポンから先のベルトが余っちゃうし、つくようにつけるとやっぱり一山ずれちゃうんですよね。ということでこれは微妙にずれちゃったかなと思ってクランク側を少し回してコマを一つ進めることにしました。念のためエンジンの上の小窓から覗いて上支点を確認するとやっぱり少し上支点より戻っている感じでした。そこでまたプーリーを戻して専用工具をはめて若干回してみました。行き過ぎちゃったよ。はい、今言ってた通り実はこの時若干回しすぎちゃったんですよね。仕方がないのでもう一周半時計回りに回して上支点を合わせるように試みました。なぜならばですね、整備書によると絶対に逆回しするなと書いてあったんですね。絶対にというのはかなり強い表現なので、真面目な私は逆回しせずに元の位置に戻すためにまたクランクシャフトを正回転、つまり半時計回りに一周させてみようと試みました。ところがですね、あれなんで？こんな風にクランクシャフトがある場所から一向に回らなくなってしまいました。何回かこんな風に力を入れて回してみましたが、うんともすんとも言わずでした。
はい、次にタイミングベルトをはめていきました。作業としては上下のプーリー、いわゆる歯車ですね、これを1番シリンダーの圧縮上支点に合わせて、その状態でベルトから転写したマークの通りにつけていきました。タイベルとプーリーの歯車に1マークをつけてから外したので、そのマークに新しいベルトを移してやれたので、ベルトのはめ方は迷うことなくできました。あと前回手動バルブクラッシュを起こした時と同様に、一度つけてみたら1コマずれていたりしたんですけれども、今回は整備書に背いてしれっと1コマ逆回ししてはめました。ベルトをはめたら、ベルトの張りを調整しているテンショナーのバネをはめていきました。このバネの力でベルトの張りがちょうどいい具合になってくれるという仕組みのようです。整備書によると、バネをはめたらクランクプーリーの固定ボルトをはめて5山進めれば、バネの力で自動的にベルトがいい感じに張れるというようなことが書いてありましたので、その通りにやってみました。その後、どうしても5山回すだけで張りが調整できるというのが信じられなくて、いろいろ調べたらですね、2周ぐらい回すのが良いということをネットに書いておられる方がいらっしゃったので、私もその方法を真似して2周回すことにしました。おそらく5山は点検時に緩みがあれば正すという時の作業方法だと思います。はい、続きましてこの悪名高きタイミングベルトカバーつけていきます。入るんだよな。そうだな。これが乗り越えられないんだよな、多分。今もう叩くしかないね、これ。叩くよ。よいしょ。入った。入った。入ったよ。はい、もう半分切れてるというかですね、やけくそと言いますか、丁寧に仕事をやるということで裏目に出てきたことが多すぎて、だんだんと横着になってきています。ただ横着であってもうまくいくことがあるということの良い例かと思います。ビートの悪名高き下側のタイベルカバーをはめるコツは叩くということが分かりました。ご覧いただいているのはクランクプーリーを締め込むところです。112.7 ニュートンメーターということで、なかなか強烈にきつく締めます。回り止めのツールをどこかに引っ掛けておいて体勢を変えてやりました。映像の方はエンジンマウントをはめているところです。これブラケットと車体とがエンジンマウントを介して3本のボルトで締まってるんですが、これらのネジ穴がなかなかマウントが新しくなったせいもあると思うんですが、しっくりこなかったというのと、エンジン側のボルトとナットが下から入れるタイプなんで、この3つのネジ穴がちゃんと入ってくれなくてですね、これまで何度もボルトの位置がちゃんと合わない状態で無理やりボルトを入れてボルトをダメにしてしまった経験があるので、慎重に作業していきました。それでいろいろ苦労してやっとはめることができて締め上げております。まず触媒にはめる新品のガスケットをチェックしまして、位置決めをして触媒をはめていきます。これなかなか重たいし、駅マニ側のガスケットが単なる輪のようなもので、これを隙間に上手に入れてずれないようにはめるのに難儀しました。違う、さっき遮熱板や。危ねえ危ねえ。ここでもまたですね、プチやり直し案件に気づきまして、それでも慌てず遮熱板を先にはめて触媒を取り付けました。その後マフラーを接合してほぼ完成です。はい、この後ですね、マフラーやその他パーツを外した通りにはめ戻していきました。はめ戻す作業は思ったよりも難しくなかったですが、外す前に写真やビデオを撮っておかれることを強くお勧めします。その後ですね、何もなければ普通にエンジンがかかるはずなんですが、映像のようにデスビを少し回して点火タイミングの調整をする必要があるかもしれません。その場合は
タイミングライトがあるとより正確に点火タイミングを合わせられるかと思います。はい、ということで長々とお届けしましたが、今日のところはここまでとさせていただきます。少しでも多くの方がこの動画を見てビートをメンテされることを願い、一台でも多くのビートが生き延びていくことをお祈りします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。動画作りの励みになりますので、ぜひチャンネル登録といいねボタンをお願いします。それではまた。